特盛り出します。はい、いらっしゃいませ。猫あと上天いいよ。はい、もどきです。はいよ、じゃあカツ煮の方で。お待たせしました、カツ煮です。ませ。はい、上天です。はい、お待たせいたしました。つけ麺大盛りになります。よし。出た。これくれたの。持ってきてくれて。はい、お願いします。だしとお蕎麦を一緒にやっちゃいますから。よいしょ。これは空気抜きなんですよ。手打ちで言うとね。ずっときしめんをやってたみたいで、東京に2店舗兄弟で出したみたい。高砂に1軒、そこが大元で、うちの父親が長野から中学卒業して就職して、やっぱしのれん分けみたいな感じでのれんだけもらってね。だから結構ありますよ、うちののれんは。だからほとんどみんな東京だったんだけど、ほとんど神奈川に出ちゃったから、今のうちののれんの大元は保土ヶ谷、うちの系列の総本店なんですよ。ほんで私の父親は鎌ヶ谷で、やっぱし同じのれんで、今弟が継いでますけどね。平成8年にここお店出したんですよ。その時ちょうど景気が悪くて、なかなか蕎麦屋さんでお腹いっぱいになるところってないから、サラリーマンの方に少しでもと思って、もう新規オープンだったから気持ち量を多めに特盛りっつうのをやってたんだけど、こっちのお客さんにこんなの特盛りじゃねえって、だから少しずつ増やしてって、それで今の量になっちゃったんだよね。そう、それで包丁で切ってもらって下に出てくるような感じだよね。これがなかったらとてもじゃないけどできねえもんね。手でも打てる修行はしてんのよ。手で打てる時は停電の時だけ。若い時はそばはもういいからっつってうどんを勉強しに高松に修行に行って、そこの親父さんにね、お前孫抱けなくなっけどいいか、手でやってると抱っこもできなくなるよ、肩がダメになって、自分のあれだからね、身体とともにあれだよね。
これが新そばの本当の色なんです。新そばの時期だから秋口晩春、そばの実をパキンと割ると甘皮っていう皮が緑色の本当に綺麗なそばの葉っぱと甘皮を引いてもらって、それを少し混ぜてるんだよ。それで今はもう冷凍の技術がすごいから、それを冷凍にしてもらって、それを粉と一緒に混ぜてね。だから結構綺麗な色でしょ。新そばの時の引きぐるみの色はもうこういう色ですよ。それが一年中楽しめるっていうね、今のね技術はすごいよね。もうちょっと薄くなるかも。保育園の時に将来何になりたいかってなった時に書いてあったやつがお蕎麦屋さんってなってた。だから結局はもうおぎゃって生まれた時から蕎麦屋だったからね、自分家の家業が。もう最初からね、だから勉強もしなかったし全然ぶれなかったね。結局それしかなかったもんね。蕎麦の味って分かります？お蕎麦ってだしと食べるじゃない。だしがうまければ、お蕎麦はやっぱ美味しいのよ。だからお蕎麦だけで食べて美味しいなって思う蕎麦ってそんなにないと思うんだよね。結局はだしが命だと思うから、うちはまずだしと合うかどうかっつうの。鰹節ってさ、同じ場所で1時間でも後に回ってきたサバを水揚げする、全部味が違うのよ。うちはほら枕崎のところから問屋さんもらってやってるけども、節になってうちで使えるようになってから1年間あればいいかな。その後また鰹節が変わりますってなると、また味がガラッと変わっちゃうのよ。だからそれをまた見つけるのに問屋さんの力も必要だし、鰹節はうちは今サバが2種類、ソウダガツオが1種類の本節1種類から計4種類入れてるの。ブレンドして、その何か一つが合わないといいお出汁はできないからね。鰹節がこれ切れますってなるともう1ヶ月くらいは頭悩むもんね。一生あるわけじゃないからね。それが頭の痛いとこなんだよ。よいしょ。ごめんね。鰹節屋さんがもうやってる削り節、うちはあれは使うともうなかなか自分の味が出せられなくて手間は食うけど、丸節問屋さんの力っつうのもすごいしね、助けてもらわないと自分だけじゃとてもじゃないけど、あんな何百種類何千種類なんか探せらんないもんね。これがサバ2種類、脂の持ってるのと甘みの出る脂を持ってるやつ。ほんでこれがソウダガツオ、ほんでこれが本節。みんなさちっちゃくなっちゃったけど、ほら綺麗なべっこう色でしょ。ほんで気持ちここのところに脂の持ってる。そうそうそう。のれん出しに行ったら大行列だったもんね。いやぶったまげたよね。30キロぐらい打たないとダメだったね。ずーっと朝4時から21、24
セットものも力入れてるから昔からお腹いっぱいになってんだろうね。若いお客さんも昔から結構いたからね。ニンニク醤油。こういう商売、蕎麦屋さんもそうだし、お寿司屋さんなんかもそうだけども、江戸の時代からずっとあるじゃない。それをさ、先人の人たちが工夫に工夫を重ねて、こういう鰹節っていうのを作って出汁を作って、それの流れで来てるわけでさ、俺なんかは本当に伝道師みたいなもんだよね。この食そばっていうのをさ、受け継いでいかなくちゃいけないわけじゃん。昔からあるのが大晦日年越しそば、1年の本当にお祭りみたいなもんだからね。そういう風習っつうのがさ、昔からの流れでやってるあれだからさ、お蕎麦屋さんでもそれなりのほらやり方でみんなやってるけれども、うちはうちのほらやっぱし昔からその教えてもらってきた流れでさ、受け継いできたような感じだからね。これだけは崩したくないっていうのがね、やっぱ自分の中にもあるし、あとはもう本当にお客さんの喜びだけだよね。自分が美味しいと思えばお客さんも美味しいと思ってくれるし、共感してもらうお客さんのがうちの固定のお客さんになってくれるだろうからね。前の日のやつはもう使わないんだ、うちは。その日打った分だけ。割り割り割り。よいしょ。でいただいていきます。氷が張るようになる。手がね死ぬのよ冬は。この下に銅線入れてあって、それでもう水がここ凍るようになってる。じゃないとね、お蕎麦はさ閉まらないじゃん。これがさっき打ったやつ。これですね。あ、まだ。あ、本当ですか。こっちおはようございます。お待たせしました。いらっしゃいませ。鶏カツ丼と天盛りです。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。じゃあごめん。はい。
特盛り出します。はい、いらっしゃいませ。お願いします。ごめんなさい。7番じゃない、ごめん。あ、3番か。 3番。はい。盛りです。海鮮丼セットと生姜焼きランチです。はい。 7番いくよ。はい。オート天皇 OK です。失礼いたしました。ここに。はい、天盛りです。あ、これで終わり。あ、わかりました。はい。はい、海鮮です。はい。お届け出します。はい、もどきです。レゴあと上天いいよ。はい、もどきです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごめんなさい。上天丼です。ありがとう。はい、お願いします。はい。はい、ちゃこちゃんごめんね、はいミニ店ね、はいお願いします。はい。失礼します。商店街です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。唐揚げ OK。どうもありがとうございました。はい、上天です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。唐揚げセットです。いらっしゃいませ。あります。カツ煮が先。はいよ、じゃあカツ煮の方で。お待たせしました。カツ煮です。ありがとうございます。ひよこさんです。いらっしゃいませ。はい。はい、1番。これも一番で割って卵の両方のやごめんなさい。そしたらもどき出します。ありがとう。ごめん、またこっちはい。落ちちゃうね。はい。タコさん上、あ、すみません、タコさんの上。ごめんなさい。お待たせしてすいません。ありがとうございます。あ、じゃあ、
タコちゃんごめん、こっち置いちゃっていい？はい。でこれがカレーつけ麺ここから置いちゃいます。はい、大丈夫。いらっしゃいませ。はい、カレーつけ大盛りね、お願いします。4段出します。お返し50円です。お待たせしました。失礼いたします。遅くなりました。はい、お待たせいたしました。つけ麺大盛りになります。はい、天盛り大盛りです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、両方大盛りでお願いします。はい、つけます。はい。白んで思い描くのかと思った。思い描くみたいな。量が違う。もう夜まで追っかけちゃうともうとてもじゃないけど俺たちの体も持たないから昼間目いっぱいやっておそばなくなった時点で終わる。さ早くやってさ夜遅くまでやってたら俺いつまで体続くかなってやっぱ思っちゃうんですね。俺たちはほらもう生涯と現役だ定年退職ってないでしょ、自分の体が動かなくなったらもうできないっていうそれまでのあれだからさ動けなくなるよりももう追わずにもういいものを出すにはそれしかないのよ、それでまた少しでもほら余裕ができてきたらまた打ってやればいいわけだから、生産者の人がいて仲買いがいてさ粉をひいてくれる人がいてようやくうちに届くわけ、かつお節もそうだけど漁師がいてカビをつけるその職人がいてそれで何年かしてようやく本屋さんのところに入ってうちに来るとか、大変な思いしてやってるところをやるんだからやっぱしお客さんが喜んでね食べてもらうのが一番あれだしさもう本当に採算度外視だけども美味しかったって言って帰ってくれればねもうそれ以上なことはないからね、みんなにだから助けられてんのようちは、俺一人だけじゃないからね、一人じゃとてもじゃないけどできないよ、恥かかないようにさ出すしかないからね。ただそれだけ作る工程からさ見てってさやっぱり手間食ってるなってやっぱ思うでしょ。結局は出来合いのものっつうのはないんだから食べてみてうまいなってそれがさ俺なんかの原動力だよ。こうやってお客さんが来てくれるっていうのはすごいありがたいことだけど、お客さんが美味しいって言ってくれる言葉がさ一番疲れた体には癒しになるよね。こうやって元気よくやってるけど体はズタボロだからなんとか一日終わって夜になって寝てさ明日また朝起きてまた同じことをやるんだよ。もう本当にそれでやっていくしかないからね。頑張ってやってるけど一日また無事にみんな怪我しねえで終わったからまた明日も頑張るしかないか。
思いながらやっていくだけだよ